皆さんこんにちは、サンプロです。今回はですね、サンプロのインテリアコーディネーターの熊倉さんと一緒にリノベーションのお家をルームツアーしていきたいと思います。熊倉さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回この物件、新築にしか見えないんですけれども、リノベーションされたお家なんですか？がっつりしました。がっつりされてる。これ実は普通の2階建てだったんですよね。今平屋に生まれ変わりました。というと、増築ではなくて面積を減らしたので、はい、いわゆる減築って言います。減築のリノベーションということですね。そうなんですよね。なるほどですね。無駄に空いてるだけで使わなくなったお部屋の部分、いわゆる2階部分を思い切って取ってしまって、家の断熱性能、耐震性能を上げようという形で、ご夫婦2人にとって快適にいかに住んでいただけるかをテーマにして作らせていただいております。なるほどですね。はい。外観は塗り壁なんですかね。はい、であとはアクセントで一部色をちょっと変えさせていただいているという、これ壁もあえて新しくデザインを入れて斜めに壁を作ってみたんですよね。ポーチの広々とした感じもちょっと演出できたかなと思ってるんですけど。なるほどですね。軒底に板をふんだんに使って、ナチュラルな柔らかい感じを少し出してますね。じゃあ中の方に行きたいと思います。失礼します。玄関から広いですね。かなりゆったりしてますね。玄関の入り口が2つありますよね。お客様用の玄関とご自分たち用のファミリー玄関と両方作ってあるんですね。これって分けるメリットとかってあるんですか？靴ってどの家も散乱してませんか？玄関、はい、してます。自分のうちもね。その時にお客様用と分かれてたら気兼ねなく靴脱げるじゃないですかね。はい、なので動線を2つに分けてるんですよね。目隠しにもなりますし、今回はかなり収納も豊富に取ってあるのと、ちょっと壁に仕組みもあるんですよ。壁に仕組みがあるんですか？そう、ちょっと探してみてください。ちょっと見つけてしまいました。早速どれですか？これですかね。そうなんですよ、それです。お家にはなさそうな、ちょっと開けてみてもらっていいです？ちょっとベンチになってて、結構しっかりしてるんですよ。全然ぐらつきもなく、ちょっと靴履く時に便利じゃないですか、ちっちゃなお子さんからご年配の方まで楽に使うことができるんですよね。なるほど、便利ですね。家族用の玄関の正面に収納ですね。外から帰ってきてここで脱いで、ここにコートをかけて上がっていくっていうスタイルですね。で、履き終わった靴はここの棚にそのまま収納していただくという形で、あとはまた新たにハンガーパイプを設けてて、頻度の少ないお洋服みたいなものは分けてかけられるようにしてますね。外に出る時もすぐ上着を羽織っていけますよね。いけます。なのでお出かけ用とか、例えばこっちは庭掃除用の時とかっていう風に分けていただいてもいいですし、ご夫婦でご主人用、奥様用って分けていただいてもいいようになってますね。中の方に行きたいと思います。失礼します。大きい空間が広がってますね。天井もね、一部が吹き抜けてる感じでできてるので、かなり広々としたイメージありますよね。光も入ってきて気持ちいいですよね。明るく開放的な感じになってます。まず LDK ですね。約17畳あります。広々と明るい開放的な空間なので、17畳よりもさらに広く感じるかもしれないですね。壁の色も少し落ち着いた色にしているので、本当に癒される感じですよね。天井の梁の部分、これ結構特徴的だなと思うんですけれども、これもともとね、2階が載ってたんですよ。そこを取っちゃったので、あえて新しく屋根作ったんですけど、普通の広い空間の中に真っ平らな天井あっても楽しくないじゃないですかね。なのでせっかくだったらもう屋根の勾配に合わせて吹き抜け風に作ったら素敵かなと思って、あえてちょっと見せちゃいました。すごくいいと思います。間接照明も効いてますよね。このうち壁が塗り壁で作ってるので、柔らかい光の雰囲気とかも演出できたらいいなと思って、あえて光のラインを入れてみたんです。この塗り壁、これね、珪藻土です。珪藻土なんですね。塗り味がやっぱりいいですよね。で、職人さんの手の動きが現れてていいですよね。こ
この照明も特徴的ですよね。可愛いですよね、まん丸のペンダントをダイナミックなこの空間に入れたいなと思っなるて、ほど。この自然素材の雰囲気に合うかなと思って、いやすごくマッチしてると思います。さすがですね、熊倉さんのインテリアコーディネーター術がとんでもないです。年を取ると家の中のヒートショックっていう部屋ごとの温度差も結構問題になるんですけど、ここ見てもらうと分かるように境もドアを取ってるので廊下とかまで全部均一にあったかいんですよね。なおかつ各お部屋を引き戸を採用しているので、これ開け放っておくと全部本当に水回りまで含めて温度差なく快適に暮らしていただけるという、そういうことだったんですね。安心安全な家でもあるんですよね。この木っていうのは本物の木を使われてるんですか？そうです。安曇野さん安の曇野さん。松の床材を使ってますね。足裏に伝わってくるこう柔らかさっていうのもなんかありますよありね。ます。お家って一番寒さの原因になるのが窓、サッシ周りっていうのを聞いたことがあるんですけど、やっぱそれって本当なんですかね？本当ですね。今回のこのリフォームで変えられたりとかしてるんですか？全部ね樹脂サッシに入れ替えました。もともとはアルミサッシで、しかもペアガラスじゃなかったんですよね。ペアガラスというのは2枚。そうです。ガラスが外側と内側と入っていて、その中間にはアルゴンガスを注入された空気層があると、なので外の熱が直接室内に伝わるのを緩和しているという形になってますね。これダイニングとリビングを簡単に区切るためなんですけど、実は今そこに柱1本見えてますよね。これが主要な構造の柱で抜けなかったんです。だったらこれを生かしてちょっと収納と、キッチンとリビング、ダイニングとリビングっていうところの空間のちょっとね仕切りとして、あとアクセントとしてちょっと何かデザインできないかなということで、あえてちょっとその柱を生かした収納兼飾り棚という形で作ったんですね。で意外とこれがあることによって家具配置がしやすくなってたりとか、空間がつながってるんだけどちょっと落ち着きがあるこうリビングっていうのが出来上がってるんですよね。でこの下の方には収納ですかね。結構大きいですね。そうなんです。これだけ奥行きがあるので、何でも入りますね。あとですね、ここにリフォームする前は階段だったんです。今は LDK の中心になっていることですね。そうです。比べていただくとよくわかると思います。このダイニングの方も全体的な木のトーンに合ってますよね。もうキッチンを隠すために壁も立ち上げてるんですけど、これもあえて自然素材の木を使うことによって視覚的にもいいですよね。圧迫感もないですし、全くないです。極端な強調もないので目に優しい感じでいいですよね。ちょっと一つ気になったのがこのコンセントの位置なんですけれども、普通のものよりは若干高いですよね。ちょっと高めにしてますね。でこれがですね理由があって、やっぱり人って年を取ってくるとしゃがんだりって結構大変じゃないですか。なので立ったままコンセントをさせたらいいかなと思って、掃除機とかに便利に使っていただけたらなっていうのと、ソファー脇にも実はああいう風に作ってるんですけど、パソコンとか携帯とかをいじった時も脇にあったら便利じゃないですか。すぐ届きますしね。そうなんです。と思ってソファー脇にもああいう感じで、なんでこの場合であればもう座ったまま苦労せずにこのまま挿して、そうです。で充電しながら何かを使うっていうことができるように、そこも一応やってます。めちゃくちゃ便利ですね。ダイニングの上のエアコン1台でこのお家の場合は家中温めてます。先ほど玄関入ったところからもう暖かかったので、一番遠い玄関のところまで来てるんですね、空気が。これは暖房費もこれ1台で家中って考えたら相当安いですよね。重い灯油を運ぶこともないですし、室内の空気が汚れることも、あと結露の心配もないのもいいですよね。キッチンも結構広々と取られてますよね。そうですね。約5畳と少しスペースがあるので、かなりゆったりしてますし、キッチンと後ろの収納との間も結構距離があるので、そうですよね。ここの幅もありますよね。誰かがキッチンに立っててもその後ろを誰か通ることもできるので、かなり広々とゆったりと使っていただけるようになってますね。このキッチンがパナソニックですね。本当に家の空間にあった木材の色と白をベースにしたキッチンで清潔感があっていいですよね。後ろのカップボードの方なんですけど、これも同じパナソニックさんので、
ちょっとそこのスイッチを押してみてもらっていいですか。スイッチ、手元を明るく照らすようにも作ってあって、で実は上のカウンターって言われてる板をですね、あえてメーカーさんのものではなくて、うちの方で本物の集成材というものを使って木のぬくもりを出したように作ってるんですよね。なのでシステムの収納とちょっと違う雰囲気になってて、味わいがあってよくないですか。であとその上に作った棚と同じ材料で作ってるので色も合ってますし、なのでシステムのメーカーさんの収納なんですけど、あえて一手間加えることで味わいのある感じのキッチン収納が出来上がってるんですよね。この正面のこれ本物のタイルなんですよ。一本一本ちっちゃなタイルの寄せ集めなんですけど、味わいのある雰囲気でいいですよね。収納も結構ありますよね。下の方におなじみのフルスライド仕様で最後まで開いて戻す時もゆっくり戻るっていうやつですね。中のものが動かなくていいですよね。家電収納っていう収納スペースになるんですけど、ここに炊飯器とか電気ポットとかを置いていただいて、でそれスライドもできるんですけど、これ出したまま炊飯してると結構邪魔じゃないですか。でその時に何が便利かって、ここに電源ありますよね。いわゆる換気扇のように吸い上げてこっちに全面に蒸気を逃がしてくれるんです。そうすると炊飯器とかをこの中に入れたまま炊飯ができるという優れものなんです。ここが蒸気でね、そうですよね、びちゃびちゃになっちゃうんですよね。なのでこの換気扇で吸い上げて蒸気を逃がしてくれるという商品になってます。なるほどですね。いいですね。裏にもしっかりコンセントの完備されててバッチリですよね。いいですね。このキッチンの上のところも間接照明使われてるんですね。間接照明入れることによって天井が明るく華やかに映るので、空間もより一層明るく感じられていいですよね。ところどころに入ってる間接照明やっぱり素敵ですね。空間が優しくね、柔らかく明るくなるのでいいですよね。こちらはいわゆる食品庫とか納戸って言われてるスペースなんですけど、これキッチンの真後ろにあるので、すごく便利じゃないです。すぐ取り行けますし、結構大きいですよね。もう寝泊まりできるぐらい、全然ここね約4畳あるので、広々としてていいですよね。いいですね。いろんなもの置けますよね。普通に物置として使っていただいてもいいですし、個人の趣味室として使えるかもしれませんしね。確かにちょっと落ち着いた雰囲気でね、いいですよね。こちらは洗面所ですね。個性的でちょっと華やかな感じもありつつ、いいですね、雰囲気が。こちらにまたタイルも使われていて可愛らしいタイルを。いいですよね。タオル収納ですね。タオル収納。あと下のここにはバスマットとかバスタオルをかけていただけるような、こんな感じのスペースも作り込んであります。さっと取り出せて一目瞭然で在庫も分かって便利ですよね。行き場所が決まってると使いやすいですよね。この洗面所の隣のスペースが洗濯機置き場ですね。洗濯機置き場ですかね。はい。こちら正面がユニットバスですね。明るく爽やかな感じで、お風呂の壁紙までもちゃんと統一されてるんですね。これも本当に一般的な一坪タイプっていうのになってます。かなりでも広々としてますよね。で引き戸も採用してるので、出入りも楽ですし、おすすめです。続いてこちらの扉の方に行きたいと思います。こちらトイレですね。これもまた間接照明使われてるんですかね。雰囲気が全然違いますね。これがあるだけで日の光が差し込んでるような。そうなんです。おトイレって結構夜中行くことも多くないですか。その時に間接照明だと意外と眩しくなくて、でなおかつ光も優しいし落ち着いた雰囲気で、意外とおトイレに間接照明って向いてるんですよね。またこのちょっとした棚もあるだけでいいですよね。便利ですよね。飾り棚としても使えますし、鉢ですか。シンクも素敵ですよね。信楽焼で落ち着いていいでしょ。信楽焼色も落ち着いててね、木の色とすごく相性良くていいですよね。すごいよくマッチしてると思います。
収納部屋ですね。寝室のすぐ横にある設定なんですけど、はい、ウォークインクローゼットとして使っていただけるようになっていて、であえて棚を片方だけにしているのは、お住まいになる方が万が一タンスとかをねお持ちの場合、置けるスペースも取っておこうということで片側だけ今、なるほどですね、棚板ですね。あとはお手持ちのものを置いていただいてもいいようにスペースをあえて空けているという形です。これだけあれば十分なんじゃないかなと思います。収納部屋の横ですね。こちらの方に行きたいと思います。今ちょっと打ち合わせスペースになってるんですけれども、そうですね。本来は寝室の設定です。寝室、ここ広さは8畳ほどあります。広いですね。もう本当にベッドも2台余裕でゆったりと置いていただけますね。他に建築リフォームのいいところってどんなところがあるんですかね。少ないの暖房能力で家中をあったかくできると。電気代とか暖房光熱費安くなりますから。あと2階がないことによって地震が来た時の耐震性も高まりますね。特に今回はリノベーションで壁もかなり補強を入れてますので、はい、地震に対しても今までのお家よりさらに強くなってます。普通のお庭とは違いますよね。普段の身支度のまま気軽に家庭菜園を楽しんでいただくっていうテーマをもとに、思いついたら庭に出よう、畑に出ようという形で言っていただけるように、花壇風の家庭菜園を作っておくとぐるっと一周できるので、長靴を履いて畑の中に入らなくても手が届くという。なるほどですね。これだったら本当に自分たちが食べるぐらいの量を気軽に作っていただけるような感じで、提案としてこんな形を作ってるんですね。楽しみ方もあるんですね。はい、熊倉さん、また一通りちょっと回らせていただいたんですけれども、リフォームリノベーションでお家ってこんなに変わるんですね。寒い長野でもこんなに暖かくやっぱり過ごせるお家ってやっぱり幸せですよね。本当に特にリフォームをされる方たちって、今の家にやっぱり不安だったりとか、ちょっと寒さだったりとか、いろんな不便をやっぱりね抱えていらっしゃる方たちが多いので、ぜひこういったモデルハウスで体感していただいて、いかにリフォームが素晴らしいか、快適に住んでいただけるかっていうのを体感していただければと思います。新築はね、作り込みは簡単なんですよ。いわゆる全くゼロから作っていくので、お客さんの要望を叶えやすい。でもリフォームで苦労するのはお客さんの思いって新築以上に結構強かったりしてて、できないことも多いので、既存っていう古い部分と新しくする部分との取り合いだったりとかっていうのが一番壁にぶつかるところ、新築以上にリフォームの方が難しい。でもうまくいった時の喜びはそれ以上にいいですね。素敵ですね。次回以降もですね、サンプロのイケてるお家をたくさんルームツアーしていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価、またコメントなどをたくさんいただけると嬉しいです。次回もお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。